はい、またこんにちは。よろしくどうぞお願いします。ご存知の通り、私はここにいながら世界中の人を治してるんですよね。今、治してるという言葉を使いましたね。もうご存知、私は調律してるだけなんです。ただ、外見的には私治療師ですから、皆さんの具合の悪いところをたった今も取ることができますね。具合の悪い方。で、治してるんではないんですね。後で申し上げますけれども、私たち一人一人もう素晴らしい存在で、例えばこれから調律というやり方をご説明する、あるいは簡単なことなんですけれども、私たちを調律する方法っていくらでもあるんですよ。もう本当にいくらでもある。で、私はそれを言葉で調律する、呼吸で調律する、動作で調律する。もうご存知ですね。私は肘をこう張らない男なんですね。動作で感情、喜びとかね、希望とか、やってやるぞって感情で表現する。それで調律することができるんですね。それからリズムですかね。私はいつもリズムに乗ってるんです。この DVD っていうか、あれですと、私の下半身わからないと思うんですけど、私はいつもこう指を動かしてる。足の指を特に動かしてる。これも何度も申し上げましたよ。人間ってね、足の指を動かして喜ぶものなんです。赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで。ところがね、年を取るとそういうことをもうさっさと忘れちゃうんですね。ですから足の指を使わないで生きてる。ですから老化現象っていうのは足の指を使わないということですね。日本では古来から言われてますね。老化は足からとこう言うんですけど、まさにそう、まさにそうですよね。で、私がこうして元気にしてられて元気そうに見えるのは、足の指をいつもこうやって動かしてるから。今もそう喜んでるんですね。それ感情を表すっていうんですね。よく言うんですけどね、先を見なさいよとかってね、希望を感じましょうよとこういうわけですけれども、皆さんね、希望を感じるっていうのはピンとこないんですよね。私がやりますとね、希望がいっぱいあります。こうなる。何言ってるかというとね、希望を差し上げてるんですね。たくさんあるから差し上げてるの。で、私は希望があります。こうなる。希望でいっぱい差し上げてる。宇宙に希望をいっぱい差し上げてる。というのが私のその調律というやり方なんですね。まだリズム、その他にタッチというのがあります。この前もタッチのお話ししましたけれども、私の得意中の得意、左右タッチというのをね、なかなか分かりにくかったというんでね、キューピーさん、ね、キューピーさん、かわいいキューピーさんですよね。キューピーさん、隣に座っていただいてますけど、キューピーさんのお体を使ってタッチというのをやってみせますので、楽しみにしてください。誰でもできる。ただこれもそうですよね。直してやろうじゃないんですね。宇宙のリズム、宇宙の働き、宇宙のフォースっていうんですけどね、力を活性化するやり方なんですね。それでその何を調律しているか、宇宙の例えば私たちいろんな人たちがいますよね。で、私の場合は例えば患者さんと私の間で調律っていうのを行われるんですけど、実際は朝から晩まで私は世界中の人たちを調律してるんですね。ですから朝から晩までこの調子で動いてる。朝から晩まで言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、そこまで行きましたね。それから広がりっていうのをいつも感じてるんです。この今日特に広がりを感じるということをですね、随所に入れていきたいんですね。私今この格好しましたね。これそうですね。広がりを乗っかってるの。広がりを感じてるの。で、希望があります。そうですね。広がりを感じてるんですよ。ですから私は皆さん今すぐ直せます。直すという言葉使いましたけど、調律できますね。ちょっとしたコリぐらいでしたらもうすぐ取れます。何かというと、私が広がりを感じれば取れると、こういうことですね。なぜ
私が広がりを感じるとね、皆さんが良くなるかというと、これいきますよ。何度も申し上げてるんだけど、世界中の人たちがみんなで同じ命意識を生きてるんです。それを説明するのに、私は知恵と慈しみの生き生きした私たちのこれからの体験を作る働きと長ったらしく言ってますね。で、ご存知でしょうね。私はたった今というんです。今の中に全てがあります。皆さんは生まれてきて、それから自分自身を構築するんだと思っていらっしゃると思うんですけれども、実は生まれた時からもう素晴らしいもの、必要なもの、根性で必要なものは全部持って生まれてきてるんです。ただその必要なものを背負って歩くの大変だから分散して置いてある、そんな感じなんですね。時間と空間がないから、時間的にも空間的にも分散して所有してるっていうとまたややこしいんだけど、あるっていう感じなんですね。ですから必要なものはこちらがはっきり、これが必要というとそれが与えられる。私が江戸川警視やって65年になります。何度も申し上げてますね。でね、もうかなり早い時期にそのことが分かった。必要なものは求めたら与えられるんだな。特に皆さん興味があるのはですね、愛とかあるいはお金、金銭、これね、あっさり言うといっぱい私たち愛そのもの差し上げるだけですね。くださいという必要がない。で、私たちは豊かさそのものだから、豊かさを必要とするっていう、これこれしかじか学覚で必要とするって言ったら必ず与えられる。誰が与えてくれるか、私たち、命、意識、自分が自分に与えてるんですね。そんな感じでしょうかね。ですからこれがはっきり分かってしまったので、私は何かを溜め込もうとはしないんですね。そういう必要がないから、いつでも必要なものは与えられてるという感じがしているのでね、いつでも差し上げる、これ広がりっていうんです。広がり、これも何度も申し上げましたがね、私は神に出会ったらもう愛をいっぱい見て差し上げる、喜んでる、足喜んでますよね。それでまさに本当に差し上げる感じ、これ広がりっていうんですね。で太陽をこう見たら、私は太陽に光をいっぱい差し上げるの。これが私の生き方ですね。祈りというんですけど、祈りは今私はこういう状態ですよということを宣言するんです。これが祈りですね。ですから今私は豊かであるとこう宣言すればいい。そのことを説明すると、先ほど言いましたようにね、存在してるってすごいこと、存在感っていうんですね。自分がここにいるという感じ、すごいことですよね。これが私の福田貴則の原点ですかね。私はここにいる、素晴らしい存在としていると、こういうことですね。2つ目は広がりなんですね。一体感と言います。先ほどね、全てを持ってきて生まれてるんですよ。必要なものはここに全部あるんですよ。一体感なんですね。その感覚がね、広がりなんです。広がりという感覚なんですね。ですから広がりと言ってる。それからもう一つ、いつもたくさんあるということは豊かである。それに対するすごい信頼感があるから、私はその信頼感をいつも意識してる。で、ですからこういうことになるんですね。いよいよ困ったら、また嫌な人が来て、私のそばに嫌な人いっぱいいるんですよ。これも行きますとこういうことですね。自分が素晴らしいとしたら、素晴らしい自分を体験したい。私たちの魂、潜在意識は素晴らしい意識を体験をしたい。そのために肉体を持って生まれてきてるんですね。成長するという体験、肉体がないと魂の世界で成長するという体験ができない。ですからこうして肉体を持って赤ちゃんとして生まれてきて、言葉を覚えて成長して、人々のお役に立つ、人々じゃなくて宇宙の存在そのものにお役に立つという生活をね、選択してきてるんですね。ですから私に言わせると、自分がね、
本当に信頼のおける存在だということを体験するためには、ここにいて何もしなければ素晴らしい存在であって信頼を受ける存在なんだけど、それを表現することができない。それでね、こういうことになるんですね。私のところに来てね、人生相談なさる方、まあ私のそばにね、もう嫌な人が特に最近たくさんいてね、私がこうやりたいと思うことをこう妨害するね、私に対してひどい言葉を言うというようなお話をしょっちゅう聞いてるんですね。よくあるのは遺産相続やなんかなんですけど、今日はその話はちょっとやめときますね。遺産相続の話も実に面白い話いっぱいあるんですけど、そういった嫌な人が出てきた時に私は本当飛び上がって喜ぶんですよ。いややっと来てくれたね、そのチャンスを私たち作った。これね、お芝居なんですよね。私たちはみんなで芝居をやってる。もともと素晴らしい存在なんだけど、素晴らしいということを表現したいがために素晴らしくないというね、相手方役者をこう目の前にお願いしてですね、それで生まれてきてる。だからお願いしますお願いしますお願いしますって言って生まれてきてね、私85歳になろうとしてますけど、その時に突然現れてきてね、とんでもないことを言ってとんでもない行動をするということでね、私は本当に飛び上がって喜ぶ。やっと私自身が素晴らしいという体験できるなと、こういうことなんですね。これをこう生きてるので、私は嫌な人いるんですよ。たくさんの嫌な人いるんだけど、その人を非難批判否定するということはない。嫌な人は嫌な人と感じてるんだけども、その人をこう私の方から攻撃するということはまずない。言葉でも攻撃しないけど態度でも攻撃しないと、こういうことですね。でこうして元気でひっくり返っちゃいましたね。びっくりしたんじゃない。これも面白いですね。私の出番ちょうだいよとこう言ってるんですね。こんなことになりましょうかね。嫌な人が大きな目してますよね。私においお前って言ってこう来たとしますね。キューピーちゃん可愛いんだけれども、そういった時に私どうするかというとね、こんな感じなんですね。福田貴則素晴らしい存在で、この方を目的にしてというんですけど、このところが分かりにくいので、この方素晴らしいバイオリン、あるいはギター、あるいはピアノでも結構ですね。だから具合が私にですね抵抗しているとしたら、調律されてないだけなんですね。私は調律師だから調律する時に、このいやらしい人をね、とんでもないことを言う人、キューピーちゃん可愛いんですけどね、とんでもないことを言う人をどうこうする必要が全くない。キューピーちゃん全ての人は素晴らしい方なんですね。ただ演技してる。私に対して怖い顔をしてね、もう強制的に何かを仕掛けようとしてる。ただそれだけかね。で、私はそれに対して何をするかというと、調律をするというやり方をするんです。この調律をするっていうのもなかなかある意味で皆さんご理解いただけないと思うんですけどね、自分福田貴則自身はね素晴らしい存在。この方が言うのに福田はダメな男ですよと言われたことに対する抵抗じゃない。本来素晴らしい存在であると、こういうことですね。ですからよく皆さんのあれがあるんですけれどね、こんないやらしい人がそばにいるんですけど、それなんとかする方法がありますかって、あるって言うんですね。そのある一番簡単なのはね、実はね、祝福感謝感動って言って、3つのリズムで私言ってますね。これもエドガー・ケイシーがこの一つのことを説明するのにね、リズムで説明してるからですよ。頭を前3回倒してでね、呼吸も3回ずつやるとかって言ってね、こうリズムに乗っかってるんですね。
ですから私はリズムで説明するんですけれども、素晴らしい人が私に対してそのとてつもないことを言い張ってね、何か私がしたいことを妨害してる、これ素晴らしいチャンスじゃないですかね。で、自分の本来の素晴らしさを表現する最大級のチャンスが今与えられた。だから私飛び上がって喜ぶという表現をするの。飛び上がって何かというとね、この広がりを感じてるんですよね。これ飛び上がるってことはそうですよね。広がりがないと飛び上がれないから。で、自分の体でもそうですよね。広がりをずっと感じてる。その広がりを感じてそれを差し上げてるんです。皆さんに差し上げてる。私が神に出会ったら神に愛をいっぱい差し上げますよって言ってるのと同じですね。はい。嫌な人。ね、そういう役務、私がお願いしてこの時、この場で、今ですかね、すごい嫌なことを言ったりしたりしてよって言ってお願いしてるから現れて、こうして私に対して抵抗してるだけなんでね、私は素晴らしい存在で勝率ができたんですよ。何言ってるかというとね、この方を何とかしようとする必要がないんです。私自身が調律師ですよね。で、言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、それで広がりで調律することができる素晴らしい存在だから、もう自分が素晴らしい存在とこうやったので、この方は変わっていくんです。ただね、一遍だけやるっていうわけにはいかない。一遍でおしまいではない。リズムと言ったでしょ。リズムって一遍でおしまいになるはずがない。トントコトントントコトンタカ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 タンタンタンとこうやらなきゃいけないわけでしょ。だから朝から晩まで私は調律してると、こういうことですね。世界中の人たちの心身を健康にするばかりじゃなくてね、自分を含めて嫌な人を含めて全部調律してるんですね。ですからこうして元気でしてられると、こういうことです。で、この方ほっといていいのとこう言うんですけれども、必要なことはするんですよ。裁判で訴えられたら弁護士を立てて、こちらで必要なね、データ、あるいは今までのね、記録を全部持ち出してきてって言って、必要なことどんどんやるんだけど、嬉しいなっていうの、嬉しいな、嬉しいね、面白いこと起きて嬉しいね、こんな感じでやってますね。それでこの前もお話ししたように、その中にタッチというのはあるね。言葉、呼吸、動作、感じ、感情、リズム、その時タッチって言ってますね。タッチというのはちょっと分かりにくかったとおっしゃるんでね、タッチの説明っていうか実際にやってみせますよね。で、一番分かりにくかったのが多分左右タッチというやり方なんですね。で、キューピーさんに来てもらったんですね。一番簡単なのはね、こういうタッチがあるんですね。これ炭素鋼って言いますね。ケイシーはこれを鼠径部に当ててると風邪をひかないっていうんですね。これね、ケイシーのリードでも言ってますね。これは本当のことでなんていうのかね、ふざけて言ってんではありませんよという表現をしてるんですね。ですから私はこれをいつも鼠径部に持ってる。例えば白衣を着てますよね。白衣着てますから、ここに入れてるんですね。ここに入れてるのを出してきただけですけれどもね。それでいつも持ってる。これから寒くなりますとね、風邪ひいた方のそばにいなきゃいけない。風邪ひいた方と同じ自動車に乗らなきゃいけない。でも本当これ持ってると風邪ひかないんですね。これ先ほど言ったように本当に気づかない。鼠径部っていうのはここなんです。これキューピーさんの第1回目の治療ですね。ここにいつも置いとくということはこういうことですね。私はベルトにキーホルダーつけてますね。一緒につけておくんです。そうするとちょうどこの位置になるんで、江戸川慶氏は言う通り、私は風邪ひかないと、こういうことですね。
これは夜分でもつけといた方がいいので、それなりに工夫してつけてくださいね。それから洗濯したりなんかするとすぐ落としちゃうんで、気をつけていただいて、それで単層コート鋼ですからね、今もこうくるくるっと巻いたキーホルダーに使うリングを使ってますね。これ紐だとすぐ切れちゃうんです。鋼の方が強いですからね。ところがこのリングはそのようにできているので、多分何年も何十年もこのリングは私のポケットの中に単層コと一緒にいるんですね。これがタッチの一番簡単なやり方ね、ということですね。それからまた面白いのは、この前もやってのけたと思うんですけれども、例えばここにウィッチヘーゼルというのがありますね。ウィッチヘーゼル何かというと植物ね、ネイティブアメリカンが昔から使ってたウィッチ、奇跡的なという意味がありますよね。ヘーゼルハマメリスという植物と言われてるんですけどね、これの水溶液で、これ実は体にこう塗ってひげ剃り跡のアストリンゼントなんですね、アメリカなんかでは。ただこれ体に塗っておくとかゆみ止めになるということで、かゆみ止めにもなる。さらに言うと関節炎を起こしたらこれ塗っておくといいということですね。何でも使えるので、我が家ではこれをなくす置かないわけにはいかない。いつでも手元に持っておいてしょっちゅうこうやってつけてるんですね、体に。そしてもう一つのつけ方がある。タッチっていうんですけどね、一番簡単なのはね、これちょっとジェスチャーだけでいきますが、やっちゃいましょうかね。こうして広げてね、これ匂いも何もないんで、こう手に取っていただいて、これいいですか。どなたかの調律をしたいときに、要するに肩が凝ったお腹が痛いというときにね、これで取れるんですね。本人がやってもいい。でもお母さんがやってもいい。第三者がやってもいい。その方を調律するという目的でね、これをこうキューピーさんでやってみるとこうですね。なんでここにつけたかというとね、ものすごい私たちの命のエネルギーっていうのはね、瞬時も休みもなく動き回ってるんです。それが立位の先端から始まって脊柱を通ってね、ここまでの間にものすごいエネルギーが上下してるんですよね。上下って言いましたけど、実はこう左右にも行ってる。ですから私が皆さんを治療するのにね、こういうことをやって今までもやって差し上げたと思うんですね。天の恵み、地の恵み、これですね、調律するのに一番簡単かな。例えば街を歩いてて具合が悪くなったらいろんなやり方あるんですよ。申し上げます。今こうつけてもその具合の悪いのは即座に取れますね。さらに左右タッチっていうのをやってもすぐ取れるんですね。ちょっと左右タッチなかなかややこしいので最後にしますけれどもね。それから祈りというんですけど、祈りっていうと皆さんね、くださいください、ね、こんないいことください、私にくださいってこう言うんですけど、そうじゃなくて差し上げる、これが祈りですね。広げるっていうんですけど、差し上げる。でその差し上げる時にこういうことになる。先ほど申し上げたようにものすごいエネルギーが脊柱を取ってここから出てってるんですね。すごいエネルギーが皆さん気がつかないけどいつでもそうですよ。ですからこの辺こうやってやられるとこうクラクラしませんかね。あれもエネルギーを遮断されるからですね。クラクラするとこういうことですね。キューティーさんね、だからこうやってやると嫌でしょうからやらないと、こういうことですね。でエネルギーなので今言ったように素晴らしい、これもね働きを持っているウィッチヘーゼルなんかをこうつけるとエネルギーがすごい勢いで加速される、パワーアップされるんですね。で立位の先端からこうエネルギーがいってるんで、
ここのところしょっちゅうつけててもいいですね。でここだけつけててもいい。でここつけててもいい。その時に何そんなこと言ってるかというと、私はね、時間と空間がないという立場を取るんです。肉体の世界は時間と空間があるんです、確実に。でもこうしてタッチあるいは調律の世界、時間と空間がないんですね。ですから一瞬にしてものすごいエネルギー、働きと言った方がいいかもしれない。働きを私はパワーアップすることができるんですね。一番簡単なのは今申し上げたようにスッとつけるということですね。それで先ほどというか前回申し上げましたように、この本も日々の健康法っていうんですね。これもこう日々の健康法、毎日やったらどうっていう健康法ですね。で、愛は無条件の働き者ってこう書いてあるね。で、この本なんかもそうですね。これもやってみてくださいよ。ものすごいエネルギーを私たちにたった今もいただいてるんだけども、このね、立位の先端につける。これやってご覧に入れましたね。で、ここのところをつける。で、目的をはっきりさせるっていうんですけど、こういうことですよ。調律するピアノでもギターでもバイオリンでもいいから、そのことをね、はっきりさせないとこの働きが働いてくれないんですよね。で、何をこのバイオリンギターならギターのね第3弦を活性化させますよって言って、私が自分が素晴らしいって言ったらギター活性化するんですね。要するにギターの調律師がピーンってやって何かこうキュッキュッキュッとこうやるときれいに調律されますね。そのキュッキュッキュッとやってるのが知恵と慈しみの生き生きしたこれからの体験を作る働きなんですよ。で、私の周り働きだらけ。あなたも働きなら私も働きとこういうことですから、それを活性化させた。それで生き生きというんですね。そしてこれスムーズ、これもやってみせましたね。スムーズ、ケイシーが自分の奥さんの肺がんを治すのにこれを使ったと言われてるんですね。無水のエタノールに天然の松葉のエッセンスと天然のユーカリのエッセンスが入ってるだけですね。それを吸入するととっても良くなると、こういうことですね。ある意味で立ちどころに良くなるかな。で、私自身は吸入する前にこれもやってご覧に入れたと思うんですけど、このスムーズをねこうつけるんです。スッとこうね。だから立位の先端にもつけちゃうんです。こうスッとこうで、時間と空間がないから、私今ねこうして皆さんと一緒にいるんでね、こうお尻のところにいいですか、お尻のところに手をこうやって持っていくわけにいかないね、いかないから、持ってったことにしちゃえばいいだけです。本当ね、ここのところは持ってきましたけど、ここね持っていくことにしちゃえばいい。さらに言うと、ここにキューピーさんっていう相棒がいるから、自分につけないでこことここへこうつければいいかな。話途中になりましたけれどもね、それで活性化しますね。だからキューピーさんとっても元気になった。キューピーさんの肩こり取れたということですね。キューピーさんの羽がよく動くようになった。こういう感じなんですね。キューピーさんのここに羽がある。とっても大事なこと。これも申し上げましたね。鳥たちに聞いたの。ね、あなた方飛ぶ時にね、どこを意識して飛ぶのって言ったらね、ものすごく感動的なことを言いましたかね。胸と言いましたね。胸で胸を意識して飛ぶわけだけど、胸を意識して飛ぶ時に当然羽使うわけだから、こう胸をこう意識する。胸をこう開いたりね、閉じたり開いたり閉じたりすると肩が動く、要するに羽が動くと、こういうことですね。でハトさんたちもこうやって歩いてるのはここを意識してるんですね。ですから私たちはこの胸をいつもこう動かしてる。そうすると羽がよく動く、よく飛べると、こういう感じになりますね。そこでここのところとても大事なので、私はスムーズをここにもつけてるんですね。胸椎の1番2番3番4番ぐらいまでですね、手と届く範囲です。つけていただいて結構ですね。これも手が届かない人はね、
届いたことにしちゃえばいいんですね。こうやって取って届いたことにしちゃえばいい。こんな感じになりますね。で、もう一つここにね、左右タッチ、いよいよ左右タッチの出番なんですけど、こんな感じにやりますね。なかなか説明しにくいんですけどね、私たちはすごいエネルギーを石章に沿ってもう行き来させている。私たちは一人一人がみんなが宇宙を作って、一人一人がみんなが同じ一つの命を生きているのでね、こうすごいエネルギーを私が皆さんが動かしてるんですね。それをこうタッチすることによってパワーアップしてる、活性化してると、こう考えていただければいいんですね。で、ケイシーのリーディングの中に精神的な病気の方に特に勧めたの、元気が出ない人に勧めたんですけれどもね、タッチのやり方なんだけれども、電気治療って言ってね、電気でいろんな器具を使ってやるんです。ところがその器具を使うのにね、いろんな制約があるのでね、私は意識に聞いたら、電気の代わりに自分の手足を使ってやるという方法がある。手だけでいいですけどね。で、それを左右タッチと言うんですけどね、例えば私の右手見てくださいね。このキューピーちゃん、ね、パワーアップするために、ね、右手、足の内側部、ね、内側部、要するにここですよね。右手ってこういうんです。で、左手、手の内側部、外側じゃない内側部をつけるんですね。右手、左手、左手、右手、同時につけたらダメっていうかね、パワーアップするのが役にいかないのでね、いいですね。それで何度やっても同じ、何か悪いことが起きたということではないんですね。右手、左手、左手、右手。で、今度こっち。交差タッチっていうんですね。交差タッチ。右手、左手、左手、右手。何度もやってみせますよ。はい、今度は同側タッチっていうんですけど、右手、左手、左手、右手。その時に私は自分の手のことを言ってるんですね。右手、左手、左手、右手。これで、タッチが終わったんですね。で、キューピーさん、元気がなかったとしたら、心身ともに元気になりましたよということです。何度もやって差し上げますっていうのはこういうことですね。私が具合悪い時に、ちょっとやってみましょうかね。手首をこうやって反らしてみてるんですね。反らしてみてる。こっちはね、反るんですけど、こっち硬いんですよ。これを調律する。福田孝則の右の手首って言って、はっきりさせればいいんですね。これを別の言葉で言うと目的をはっきりさせたっていうんですけどね。で、キューピーちゃんがここにいるから、キューピーちゃん使えばいい。右手、左手、左手、右手。右手、左手、左手、右手。いいですか？右手、左手、左手、右手。右手、左手、左手、右手。間違うと何にも起きない。同側からタッチしようと交差からタッチしようと全然同じで、私の手首見て、ほらこっちよりこっちの方が反るようになったということですね。こっちの方が反る、こっちはね反りにくい。わかりますかね。で、今度はこっち目的にすればいい。これはそういうことじゃなくて、調律するのがこっちの私の左手と手首と言えばいいだけ。なんとか直そうとかなんとかする必要はない。で、やり方はどうでも構わないから、とにかくやりましょうよということでね、足からやろうと手からやろうと、右からやろうと左からやろうと、で何にも、悪いこと起きない。で、右手、左手、離すんです。左手、右手。いいですね。右手、左手、左手、右手。右手、左手、左手、右手。右手、左手、左手、右手。これ全部です。もう見てほら。よく反るようになったでしょう。こうやってパワーアップすることができるんですね。で、キューピーさんじゃなくても、キューピーさんは絵に描いてもできるかな。手をタッチしなくても慣れたら、
頭で右手左手左手右手やってもいい。私はですから歩きながら年を取ってるといろいろですよね。膝が痛いとしますね。これ調律点を例えば右膝としたら右膝にするんです。そして今と同じことをやる。こんな感じです。はい、右手左手左手右手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 、こういうことです。ただきれいに取れますね。一瞬で取れないかもしれない。でもいっぺんやったらもうそれでおしまい。ちょっと23分経つと「おお楽になったね」って言って変化するでしょうかね。で当然ですけれども他の人ね、特に家族の人、それからご両親を含めてね、おじいちゃんおばあちゃんまでいいですけれど健康になってもらいたいとしたらその方を調律することにして、まあこれ目的をはっきりさせるっていうんですね。右手左手やればいいんですね。というように簡単ですのでやってみてください。何だか知らないけど終わっちゃいましたね。はい、一休みです。